はい、皆さんこんにちは、マジシャンのゆうきです。今回も早速なんですけど、前回はね、イカサマ師の人たちがどこでどういう風に活動しているのかっていうことについてちょっと話したんですけど、今日はそのイカサマの肝である具体的なカードのテクニックについて、実演もね、交えながらちょっと話していこうかなという風に思います。で、早速なんですけど、まず基本的にカードゲームで使われるイカサマっていうのは大きく分けて3つに分かれてて、まず1つ目がシャッフリング、カードを混ぜたりしながら特定のカードをデックの中の特定の場所に、コントロールするっていう技術で、2つ目がディーリング、そのコントロールしたカードを特定の場所とか特定のプレイヤーに配るっていうテクニックで、3つ目がスイッチ、その言葉の通りカードをスイッチ、すり替えるっていうテクニックで、基本的に大きく分けてそのイカサマの直接的なカードのテクニックっていうのは、今言ったね3つのカテゴリーに分かれてます。で、今日はまず1つ目のシャッフリングについて、実演もね交えながらちょっと話していこうかなというふうに思います。で、まずこのシャッフリングっていうカテゴリーの技術の中で一番最初に重要になってくるのがカルで、カルって聞くとこの動画見てくれてる人ほとんどの人がマジシャンの人だと思うんですけど、カルって聞くとねこんな感じでカードを広げていく動作の中で特定のカードを、デックのトップとかボトムにコントロールするテクニックやろうっていうふうに思うと思うんですけど、カルっていう言葉自体直訳すると抜粋するとか、選び抜くっていう意味で、マジシャンが一般的に使うカルとイカサマ師が使うカルっていうのはねちょっとやり方が違います。それはマジシャンが普段やるようなこんな感じのカルをいきなりゲームの最中にやったらそれは怪しまれますよね。なんでイカサマ師の人たちはこんな感じで自分がディーラー役の前にゲームが終わったらねまずその中の表向きのカードの中で、強いカードがね揃ってるのかっていうのを確認して、であったらそのカードを集める動作の中で素早くね自然にトップとかボトムにコントロールするんですね。で、今の方法はピックアップカルっていうんですけど、他にもディスカードカル、あんまり真剣じゃない飲み会の延長でやるような友達同士との、ポーカーのゲームとかだったら、わざと自分がディーラー役になる前のラウンドではすぐにねそのゲームから降りて、そのゲームのラウンドが終わるのを待ってるふりをしながら、そのもうゲームでは使われない捨てられたカードをこんな感じで適当にね触ったりする、さりげなく触ったりする中で、その中でね強いカードの位置を把握するっていうもので、その他にも自分の秘密のパートナーとこっそり共同で、強いカードをね次のラウンドのために、カルするねやり方とか、他にもねいろんな方法があります。で、今言ったこのカルっていうテクニックを使って特定の強いカードとかをトップとかボトムに集めたら、次にするのがスタッキング。どういうテクニックかというと、まずその場のプレイヤーの数とかを計算して、特定の枚数の関係ないカードを特定のトップとかボトムに集めてる強いカードとかね間にシャッフルするたびにそのカードの枚数を入れていくっていうテクニックで、それをするとねそのカードを自動的に後で配ると、その強いカードがその特定の場所に、自動的にね行くっていうもので、そのテクニック自体にも大きく分けて2つの種類があって、まず1つ目がオーバーハンドランアップスという方法なんですけど、こんな感じでオーバーハンドシャッフルで、カードを混ぜる中でこんな感じで特定のカードの間に特定の枚数をね、入れていって、最終的にこのように自動的にねその特定のカードが、特定の場所にねこんな感じで集まるようにするっていうもので、これはすごい簡単でちょっとマジックできるぐらいの人だったらちょっとね練習したらすぐにできるようになるようなテクニックなんですけど、簡単な分その分弱点もあって、どうしてもカードをこんな感じで1枚ずつランしていかないといけないんで、ちょっとねその場に鋭い人とかがいたらすぐに怪しまれます。なんでもしカードゲームとかをしてる時にカードをこんな感じで1枚ずつわざわざシャッフルする人とかがいたら、注意するように、ね、してください。じゃあこれ逆にイカサマする時に使われへんなって思った時に出てくるのが、次に紹介するリフルスタッキングというテクニック。このテクニックはテーブルを使うリフルシャッフルの中で、特定の枚数のカードを特定のカードの間にこんな感じでねシャッフルするたびに入れていくっていうもので、指先の感覚だけが頼りなんで、さっきのオーバーハンドランアップする難易度っていうのは高いんですけど、その分ねこのテクニックには基本的にね弱点はありません。弱点を強いてあげるとすれば難しい。なんでこのテクニックをマスターしている人に本気でこれをやられたら、はっきり言ってね見破る方法はありません。なんでこの時点でもしイカサマされたくなかったら、最初のカルの時点で見破るようにしてくださいっていう感じで、カードをいい感じにスタッキングできたら次に出てくるテクニックがフォールスシャッフルで、このテクニック自体どういうものかっていうと、単純に混ぜたように見せて実際は全然混ぜてないっていうシャッフルで、実際は前にやったリフルスタッキングの時点で十分にねカードを混ぜてるように見せてるんで、このフォールスシャッフルっていうテクニック自体必ずしも必要じゃないんですけど、いろんなね状況があるんで、一応代表的なものね2つ今回紹介しておきます。まず最初に見せるのはストリップアウトフォールスシャッフル。一旦デックの上下をこんな感じで実際に混ぜてしまうんですけど、完全にはね揃えずに最後にカットするっていう名目で抜き取ってね元に戻すっていうもので、もう一つはザローシャッフル。パケットの上下を噛み合わせるように見せて、トップのねカードの陰でそれぞれのパケットを元の位置に戻してしまうっていうもので、他にもテーブルを使わないものとかもあるんですけど、イカサマ師が使うのはね基本的にこの2つのタイプが多いです。で、ここまでカルして、スタッキングして、さらにフォールスシャッフルまでして、もう終わったと思った人、甘いです。カードを配る前に最後の難関のカットが待ってます。
基本的にディーラー役がカードを混ぜたら配る前に隣の人にこのカードをこんな感じでカットしてもらわないといけないんですね。ただここで今みたいに普通にカットされたら今までの黒が水の泡ですよね。で前回の動画でイカサマしてチームでやってるって言ったんですけど、基本的にそのメカニック実際ねイカサマカードのイカサマをする人の右隣に、誰かしらねその仲間が必ず座るようにするんですね。で隣にその仲間が座れたら前回の動画で見せたようなカードの目印みたいなのを使って、そこでねうまい具合にカットしてもらうんですけど、中には仲間同士隣同士ね座れないこともあるんですね。そういった状況を普通に仲間じゃない人に普通にカットされるようなシチュエーションで、出てくる最後のテクニックっていうのがパスで、マジシャンの人がパスって聞くとこんな感じのクラシックパスとかをね思い浮かべると思うんですけど、このパスっていうテクニックも最初のカルと一緒でマジックに向いてるパスとイカサマに向いてるパスっていうのがあって、これも本当いろんな種類があるんですけど、一つはテーブルパス、カットしてもらったらその下半分を上半分に乗せると同時に、その間にブレークを取ってこんな感じでカードをテーブルでね揃える動きの中で、上下をまた元に戻してしまうというもので、他にもこれはチャーリー・ミラーっていうマジシャンのテーブルドシフトっていうテクニックなんですけど、カードをカットしてもらったらそれを自分の前に持ってくる途中で、こんな感じで回転させてまたね元の位置に戻すっていうもので、こんな感じでパスっていうテクニック自体はすごい有能なんですけど、ただちょっと難しくて、あと角度にちょっと敏感なんですね。じゃあ隣に仲間もいなくて、パスもねちょっと使えないっていう状況、そういった状況でねどうしたらいいのかっていうところで、出てくるのがクリンプ。これもマジックで結構使われてるテクニックなんですけど、まずこんな感じでボトム数枚のカードの端に折れ目をつけて、その隣の人が毎回カットしがちなあたりに、そのクリンプがね来るようにカードをあらかじめカットしておいて、でそこでねその人にカットさせるっていうテクニックもあって、これは自分でもやってもらうと分かると思うんですけど、大体8割9割ぐらいの確率で、そこでねうまくカットしてくれます。でカットしてもらったらあとはカードを揃える動作の中で左手の小指でこんな感じでその折れてるところをこっそり、元にね戻します。でこれは他のどのテクニックにも言えるんですけど、基本的にね絶対無理はしない。例えばクリンプしたところでカードをカットしてもらえなかったら、自分のパートナーに秘密の合図とかで、失敗しましたみたいな感じの合図を送って、そのねもうラウンドは諦めます。こういった世界ではイカサマがバレたら絶対ただじゃ済まないんで、お金はね絶対命の方が大事なんで、絶対ねどのテクニックに関しても無理してやらないっていうのが一番ね大事になってきます。ということで今日はカードメカニックが使うシャッフリングというねテクニックの部分について話しました。もし今日の動画に関して何か感想とかコメントがあればぜひ、ね、下のコメント欄に書いてください。それではおやすみなさい。